皆さんこんにちは、ガジェログです。今日はこちら、先日開封レビューを行いましたこのミーバンド7の数日間使った上での気づいたことということでレビューの方を行ってみたいと思います。まだね1週間までは使っていないんですけども、このミーバンド7に今回から新しく搭載されました AOD ですね、常時点灯機能。この常時点灯機能の使った上でバッテリーが何日間持つかっていうことをまずやってみました。やっとっていうともおかしいんですけども、バッテリーがようやく 0% になりました。このタイミングで今レビューを取っています。では実際それまでの間に気づいたこと、どんなことがあるのかを含めご紹介していきたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。ということでですね、まず最初にお伝えしたいことはバッテリーに関することです。 AOD が今回から搭載されていますこの機能をオンにした上で何日使うことができるのかをまず測定してみました。どれぐらい使えたかっていうことをお伝えする前に、どんな設定になっているかをご紹介したいと思います。まず基本的になんですが、アプリの通知設定ですね、ほとんど通知をオンにしていて、受信した時に画面が点灯するようになっています。ここですね、スリープ解除ってなってますが、通知が来ると画面がつくようになっています。また着信の設定ですね、そして健康モニタリング系になりますけども、心拍数の設定は自動になっています。そして睡眠モニタリングはオンになっています。呼吸のスコアに関しましてはこれはオフになっています。そして血中酸素レベルですね、終日トラッキングになっています。ストレスの設定も同じように終日オンになっています。スタンディングの通知に関しましてはオフになっています。アラームの設定は毎日朝6時半になっています。そしてナイトモードってありますけどもね、画面の明るさを下げると書いてあります。夕方の6時からそして次の日の朝6時までナイトモードを設定にしてあります。そしてその上でこのオールウェイズオンディスプレイの設定の項目で一番上にスマートって書いてありますが、これは特にね時間設定を私の方でしているわけではなく、このバンド本体がですねスマートに賢く考えて設定してくれます。ではその上でバッテリーがどんな感じになっているのかをご紹介したいと思います。では今こちらの方に表を出していますけども、バッテリーがどのように減ってきたのかの表になっています。6月7日の火曜日ですね、午後3時に 100% 満充電になっています。そして次の日ですね、8日水曜日16時に 63%、 そして9日木曜日の16時ですね 31%、 10日の金曜日の15時の段階になりますが、これが 9% になっています。そして11日の土曜日ですね、就寝中におそらくバッテリーが全部切れてしまいまして、朝ね起きてみますと電源が切れていましたので、おそらく夜中になくなったのかなと思いましてアプリの方でちょっと確認してみました。そうしましたらですね、6月11日の土曜日ですね、日付変わった時間帯にはその記録がなかったんです。ですので前の日10時から10時半の間が最後でしたので、11時までぐらいですね、その間に電源が切れたということになります。そうしますと大体ですけども AOD を使った先ほどの健康モニタリング系の設定であれば3日半ぐらいということになりました。どうでしょうかね。バッテリーの持ちが AOD 使って3日半っていうのはやっぱりちょっとね少ないかなという気がします。せめて AOD 使って1週間ぐらい持ってくれるとですね、非常に楽だなと思いますね。バッテリーの手間が本当に減りますので、そのあたりねまた今後ソフトウェアとか含めて改良してもらうと嬉しいなと思います。では次の点ですけども、この MiFitness ってアプリがありますけども、これを使って皆さんペアリングされている方が多くいらっしゃると思いますけども、実はですねこの左側にあります ZEPLIFE っていうアプリがありまして、これでもペアリングが可能になっています。ペアリングがね可能だっていうことだけではなくて、機能の面でもね若干の違いがありました。例えばですが、こちらが今ね MiFitness を表示していますが、この接続されたアプリっていうところがこのプロフィールのところにありますが、これを開いてみますとね、ストラバっていうのがありますね。接続されたアプリになっています。MiFitness に関しましてはストラバと連携させることができます。そうしますとワークアウト中のパフォーマンス指標、カロリー、距離、時間、心拍数などがストラバと共有されますと
出ています。ただしですね、ちょっと私がいろいろ設定してやってみた上で感じたことなんですが、必ずしもワークアウト後にこのストラバにデータがいつも飛ぶわけではありません。なんかうまくねいかないこともあります。ですのでその度にここをね切断してもう一回設定し直すっていうことが結構ありました。ですので万全ではないっていうことはちょっと踏まえておいた方がいいかなと思います。もちろんねうまくいきますよっていう方も多くいらっしゃると思いますので、一応ね私個人の場合はうまくなかなかいかないなっていうのを最近感じています。しかしながらこの ZEP ライフの方でペアリングしますとね、今はねペアリングちょっとミーフィットネスの方につながってしまってますのでね、デバイス追加の方にはなっていませんけども、このプロフィールっていうところの、そしてこのアカウントの追加っていうところがあるんですが、そうしますとね、ここに Google Fit と出てきました。 Google Fit はですね、もう皆さんご存知だと思いますけども、やはりいろんなヘルスケア系のデータをここに全て集約するっていうことを担っているアプリになります。それでこのわずか1日なんですが、この Mi Band 7をですねここと連携させてデータを送ってみました。そうしましたらですね、ここにありますね、前回のエクササイズってありますが ZEP ライフってありますね、データがちゃんとアップロードされています。そうしますとね、こんな風に表示されました。運動の時間は24分、そして歩数が2846歩になっています。ちゃんとね Mi Band 7で計測されたデータがこの ZEP ライフを通して Google Fit の方に飛んでいってくれていました。これはやっぱりいいですね。ですのでストラバの方に連携されたい方は Mi Fitness を選ぶしかありませんが、 Google Fit の方にデータを飛ばしたい方はぜひ ZEP ライフを使っていただければと思います。こっちの方がデータ的にはしっかり飛んでくれてるなという感じはしますね。そして他の部分なんですけども、睡眠のデータもしっかり Google Fit の方に飛んでくれていました。5時間44分ですね。眠っていた時間5時間45分、ちょっと短いですけども、こんな感じでねちゃんとデータが飛ばされていますね。これは通常アプリの方で見るようなデータを Google Fit の方でもこういった簡単な情報になっていますけども確認することができますので、これはなかなかいいなと思いますね。今は Mi Fitness を使っていますけども、バッテリーの検証が終わり次第 ZEP ライフの方に切り替えてみたいなと思います。そしてアプリの違いによって挙動が変わるという話をしましたけども、もう一つ違った点が確認できました。それはですね、このアラームの部分になります。今回からスマートアラーム機能が搭載されたということを前回お伝えしましたけども、スマート起床と書いてありますね。これはアラーム時刻の10分前から睡眠サイクルの中で理想的な起床時間を見つけますということで、今6時半に設定していますので、6時20分から6時30分の間で目覚めがいいっていうタイミングがあれば、そのタイミングで起こしてくれるっていうものになります。それがですね、10分前っていうことしか設定ができないようになってるんですね。こうやってねオンにすることができます。それに対しましてですね、この ZEP ライフなんですが、今の部分が30分までになっています。この部分が30分前からの設定になっていました。30分前から20分10分前というふうに切り替えはできないんですけどもね、ここに Mi Fitness は10分前と出ていましたが、 ZEP ライフに関しましては30分前からちょうどいいタイミングを見つけるっていうことになっていましたので、若干の違いっていうのがありましたね。これはちょっと意外ですよね。アプリによってそういう項目が違うっていうのは一貫性がないのかなっていう気もしますけども、ある意味面白いなと思いました。ですのでその辺のことも含めてですね、連携できるアプリの違いと、そしてスマート起床の落ちてくれるタイミングの部分ですね、その辺の違いをどう見るかということになると思いますので、個人的にどちらか好きな方を選んでいただくのがいいのかなと思います。では残りはですね、ちょっと細かな部分になりますけども、いくつかご紹介できればと思います。まずその一つはですね、動作に関することになります。もしかしたらもう購入されて使っている方が同じように思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、ややね動作がもっさりだなという感じがします。これはですね、触ってみると本当にわかるんですけども、例えばこういったホーム画面からスワイプしていろんな設定出しますよね。ワンテンポ遅いんですよね。タップして切り替わるまでにちょっとこう遅いんですよね。戻る時もそうですよね。なんかこう指に追従してくれない感じがすごくします。これが少しもどかしいという感じがします。これが英語のねメニュー表示になってるからなのか、他の言語ならもっと早いのかっていうのはちょっと分かりませんけどもね、日本市場に投入された時の日本版ですね、そちらの方で改善されていればいいなと思います。
では次の点ですけども、今これ外してありますが、ミーバンドシリーズのかつてのいろんなバンドをお持ちの方いらっしゃると思いますが、これはミーバンド7の純正のものですね。古いものになりますと456のバンドがあると思います。そのバンドはこのミーバンド7と相性ですね、実はないようであるという感じなんですね。でどういうことかって言いますと、当然ながらこれ幅広に今回なっているので、今までのものとはこのバンドの形状が若干これ広がっていますのでね、合わないっていうことには表向きがなっています。ただうちにありましたミーバンド5ですね、そのバンドは456で使うことができますが、このミーバンド7をはめてみました。今ね映像を出していますけども、無理やりねはめるような感じになりますので、一旦こうはめてしまいますと、おそらくサプライ品のバンドになりますが、多分徐々に伸びてしまってブカブカになって、今後は456では使えなくなってしまう可能性が高いなと思います。ですのではめることはできますよっていう感じになっていますね。サプライ品のバンドをね7用に購入するよっていうことであれば、今手持ちの古いバンドの方を使ってみるっていう手もあるかもしれません。もちろんシリコンバンド自体が伸びてしまうと思いますので、利用される方に関しては自己責任でお願いいたします。そして最後の点なんですが、本当にねちょっと細かな点になりますが、この文字盤見ていただきますと、この秒針動いてるんですね。前回の開封レビューの時に私はここ全然触れなかったんですけども、コメントの方で秒針動いてるっていう風にね言ってくださる方がいらっしゃって、そういえば本当そうだなと思いました。よくよく考えてみますと、秒針がこうやって回ってね動いてるのってちょっとこう新鮮だなと思いますね。こういった点も新しい部分なのかもしれません。というわけで今回ミースマートバンド7の数日間使った上でのレビューの方をお届けしました。バッテリーの面や、そして連携できるアプリの面ですね、そのあたりいろいろ調整されると面白いことになるかもしれませんね。またしばらく今後も使ってみたいと思います。そしてバッテリーの持ちに関しましては AOD をね使った上でのバッテリーの減り具合についてご紹介しましたけども、今後は AOD をオフにした上でどれぐらいバッテリーが持つかを検証していきたいと思います。その点も含め、また良かった点、そしてここがちょっとなっていう改善点かなっていうことがありましたら、またレビューの方を行ってみたいと思います。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。